不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。さて、今回の体験談を提供してくださる K さんから、ゆりさんの怖いものは何ですかと聞かれ、ゴキブリかなとかバカな答えをしそうになりましたが、世の中にはなんでそんなものが怖いんだと思うようなものをあげる人がいるということでした。K さんの友人はなぜかお花が怖いというそうです。これは K さんがまだ25歳くらいの頃、K さんのバイト先の先輩に仮名ですが直哉さんという方がいました。その方は白いお花が怖いというのです。どうしてそんなものかと思った K さんが理由を尋ねると、こんな話をしてくれたそうです。その直哉さんはずっと映像化デザイン系の創作活動をしているフリーターでした。ですから常に短期で高収入が得られるバイトを繰り返して生活費と創作活動費を稼いでいたそうです。そんなある日、日給1万数千円、住み込み食事付き工場勤務という好条件のアルバイトを見つけました。早速直哉さんは人里離れた山奥にあるその工場で仕事を始めることになりました。仕事内容は精密機械の製造での雑用で重労働だったそうです。さて、この工場に隣接したプレハブの建物があったのですが、そこが直哉さんなどの住み込み従業員の寮になっていました。直哉さんはその寮の2階の一部屋をあてがわれたそうです。中は空調と布団だけでテレビもなくネット環境も怪しいものでした。森を切り開いて建てた寮でしたので、窓を開けると周りは木々に囲まれているだけの退屈な景色でした。直哉さんはまあこんなもんだなとあまり期待せずに窓からの景色を眺めていたそうです。するとよく見ると、その木々の間から建物が見えました。そう遠くはなさそうなところに一軒だけ建っていました。あんなところに建造物があるなぁと少し意外に思った直哉さんは、好奇心からその建物のそばまで行ってみることにしました。他のバイト仲間を誘って歩いていくと、5分もかからずに立派な一軒家にたどり着きました。それは2階建ての豪邸で、一見誰も住んでいないように見えたそうです。後で分かったのですが、その豪邸はこの工場のオーナーの別荘だということでした。話によるとオーナーは他にも別の地方に2、3軒別荘を所有しているとかで、季節に合わせて使い分けているそうです。バイト仲間たちは羨ましいなぁと話している中、直哉さんは一人興奮していました。実は直哉さんは大の車好きで、あの別荘の1階全部がガレージだったようで、シャッターが降りていたのに気がついていました。直哉さんは何かにつけ誰かに、あのガレージの中を見てみたいなぁと話していました。何度も人に話していると、あの車もその車もあるかもとどんどん妄想が膨らんでいきました。すると奇跡が起きたんですね。その直哉さんの言葉がいつの間にかオーナーの耳に入ったそうです。そしてそんなに興味を持ってくれるならということで、オーナーが直哉さんを別荘に招待してくれました。直哉さんは信じられない気持ちで胸を躍らせて別荘を訪ねました。さて、そこには立派な紳士が待っていて、それがオーナーなのは明らかでした。そしてオーナー直々にガレージの中を見せてくれたそうです。扉が開くと直哉さんの想像以上で、博物館にあってもおかしくない写真がずらりと並び、感無量でした。直哉さんはオーナーとガレージの中で長々と車談義に花を咲かせ、2時間も経ってしまいました。そしてふと直哉さんはガレージの上の部屋が気になり、2階にも車関係のものがあるんですかと聞いてみたそうです。するとオーナーは、いやー2階は居住スペースで家内の趣味の部屋があるだけだよということでした。まだ若い直哉さんは率直に、奥様はどんな趣味なんですかと聞いたそうです。すると、うちの家内はヨーロッパのフリーマーケットに行って雑貨を集めるのが好きなんだよ
といかにも金持ちの趣味という答えでした。そして気さくなオーナーは、見るだけ見てみる？いろいろあるんだよ。と言って直哉さんに2階も案内してくれました。オーナーに続いて階段を上がっていくと、すぐ広いリビングダイニングが目の前に現れ、そのまま廊下を進むと寝室らしき部屋、その隣に奥様の趣味の部屋がありました。中は10畳ぐらいの部屋で、棚やショーケースがずらりと並び、その中には時計、西洋の人形や置物などがきれいに飾られていました。するとオーナーが、さてじゃあコーヒーでも入れてくるから暇つぶしに家内のコレクション見ててちょうだいと言って部屋から出て行ったそうです。そこで直哉さんは待っている間、それとなくアンティークの雑貨を眺めていました。そしてゆっくり棚を見ていくと、奥の壁に段ボールが6つほど積み上げられているのに気がつきました。直哉さんがふとそこに視線を向けると、積み上がった段ボールの隙間からドアノブが見えたそうです。あれ、この奥にももう一部屋あるのかな。そう思った直哉さんは段ボールの間からそっと腕を伸ばし、そのドアノブに手をかけました。開けてよいものか、鍵がかかっているのか分かりませんが、気になった直哉さんは恐る恐るドアノブを回してみたそうです。するとカチャッと音がして扉が開き、ギーという音とともに内側に少しだけ開いていきました。やはりこの奥にもさらに部屋があるようでした。そこで扉は開いたので、邪魔な手前の段ボールを慎重にどかしました。そしてまずは少し開いているドアの隙間から頭だけ入れて中を覗いてみたそうです。するとぎょっとするような光景がそこにありました。5、6畳くらいの部屋でしたが、その部屋の奥にまず大きな祭壇が設置されていました。それはまるで葬式の祭壇のようで、その中央には鉱物の原石のようなものが置かれていて、神仏のように祀られていました。照明器具もない薄暗い部屋で、閉まったカーテン越しに外の光がわずかにその鉱石を照らし、キラキラと光っていたそうです。そして何より驚いたのは、その鉱石が置いてある縦のラインには何も置かれていなかったのですが、それを挟んで左右には真っ白な花が花瓶に切られ、ぎっしりと置かれていました。そしてよく見ると、祭壇だけでなく、その部屋の四方の壁にもたくさんの壁掛けタイプの花瓶に白い花が生けられ、所狭しと飾られていました。さらには天井からもいくつもの花瓶が吊るされていて、同じく白い花が生けられていたそうです。つまり部屋中が白い花で埋め尽くされていました。それは百合の花に似ている花びらが大きいもので、すべてが同じ花でした。ちょっと見るだけと思って入った部屋だったのに、直哉さんは呆然とし、その場に立ち尽くしていました。部屋は百合に似た花の香りが充満していたそうで、その神秘的な香りに誘われたのか、はっと気がつくと、直哉さんは祭壇の真ん前に来ていました。そして直哉さんはなぜか祭壇に飾られている花の香りを嗅ごうと思い、顔を近づけたそうです。すると突然、白い花の間から手が伸びてきて、直哉さんの首を掴んできました。そして直哉さんの首をぐいぐい締め付けてきたのです。あまりのことに頭が真っ白になった直哉さんですが、息が苦しいので慌ててその手を振りほどこうともがいたそうです。どんなにもがいても腕はびくともせず、それどころかさらにすごい力でぎゅーっと締め付けてきました。ついに直哉さんは息ができなくなり、意識が朦朧としてきたそうです。そして、ああ、自分は死ぬんだな
と思いながら天井を見上げました。その天井からも白い花が見えました。直哉さんはこれが自分が見る最後の景色かと諦めたそうです。そう思ったと同時に急に喉に一気に空気が流れ込む感覚がしました。それは直哉さんの首を掴んでいた手が突然消えたからでした。そして直哉さんはむせ返して何度も咳をし、やっと顔を上げることができたそうです。すると直哉さんは唖然としました。なんで？部屋の中には何もありませんでした。さっきまであった祭壇も山のような白い花もすべて消え失せていたのです。そこは家具も何もないただの板の間の空き部屋でした。直哉さんは狐につままれたような感覚でした。すると遠くでオーナーのコーヒーができたよという声が聞こえ、我に返ったそうです。直哉さんは入ってはいけない部屋に入ったという気持ちになり、急いで部屋を出ました。そして段ボールを元の扉の前に戻し、必死に気持ちを落ち着かせてリビングの方に行きました。そしてこのことはオーナーには絶対隠さなくてはいけないと直感的に思ったということでした。直哉さんがリビングに入ると、ちょうどオーナーがコーヒーをポットからカップに注いでいる時でした。その様子を見た瞬間、直哉さんの目にはリビング一面があの白い花で埋め尽くされていました。思わずうわーっと声を上げてしまい、直哉さんはすぐ目を閉じたそうです。少しびっくりした口調の「どうしたの？」というオーナーの声でまた我に返り目を開けると、そこには白い花などどこにもありませんでした。直哉さんは虫が目の前に飛んできてととっさにごまかしたそうです。そしてコーヒーをもらい、オーナーと少し談笑をして直哉さんは別荘を出たということでした。帰りがけにオーナーに気に入られたのか、またいつでも来ていいよと声をかけてくれました。さて寮に戻った直哉さんが自分の部屋を開けた時です。部屋があの白い花でまた埋め尽くされていたのです。うわーとまた叫んでしまい、すぐ目を閉じました。そしてまた目を開けると、そこには花などどこにもないいつもの自分の部屋に戻っていました。バイトはあと1週間で終わりだったのですが、その間もたびたび直哉さんの隙をついて白い花が埋め尽くされている光景が視界に現れたそうです。ひどい時は朝目が覚めると天井に白い花が埋め尽くされていることもありました。誰にも相談できず、かなり精神的に追い詰められたということでした。そしてついに工場のバイトは終了し、直哉さんは地元に帰ることができて少しほっとしました。すると地元に帰ると、あの白い花現象は全く起きなくなったそうです。ただその体験がきっかけで直哉さんはすべての花が怖くなり、きちんと見ることができなくなったということでした。さてあの別荘ですが、オーナーが工場建設の視察の際に近くで売りに出ていた物件を購入したそうで、そのオーナーが建てたわけではないということが分かっています。前の所有者がどんな人だったのか、なぜ売りに出していたのかまでは分かりません。でもあの問題の部屋の前に段ボールが積まれていたことから、オーナーもあの部屋は使わないようにしていたようで、何かあることは知っていたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。